今回はレスカの隠れた名品コルブスをご紹介します。コルブスというモデルですが、名称からもわかる通り、建築家のル・コルビジェがモデルになっています。公式サイトには記載はないんですが、いろいろなインターネットを調べてみますと、コルビジェが自身でデザインをしたメガネの型、この型をレスカ家が譲り受けて、このコルブスというモデルができたというふうにインターネット上では書いてあります。ただレスカの公式のサイトにはそういった記載はなくって、コルブスというモデルは1950年代のメガネをモチーフにしているということが書かれています。このコルビジェというのは建築家で大変な巨匠であったということなんですが、実はもう一人ですね、映画においても巨匠がこのメガネ使ってるんですね。ハリウッド映画の Once Upon a Time in Hollywood という映画がありまして、こちらタランティーノ監督の作品なんですが、その中でアルパチーノが演じるロープロデューサー、映画のプロデューサーですね、こちらが着用をしています。これがアルパチーノが大変渋くてとても良い雰囲気を醸し出してるんですね。ぜひ皆さん映画一度見てみてはいかがでしょうか。この Once Upon a Time in Hollywood という映画なんですが、1969年のアメリカが舞台になってまして、ある女優がカルト集団に殺されてしまったという実際の事件を背景にした映画なんですが、その1969年ということもあるのか、登場するメガネとサングラスがですね、結構いい雰囲気を持ってまして、そういったところでもちょっと注目して見てみると面白い映画かなと思います。そしてこのアルパチーノが演じるロープロデューサーなんですが、どこか人懐っこさがあるんですね。で、おそらくこのコルブスというモデル、もちろん巨匠をイメージして作られたモデルですので、アーティスティックといいますか、クリエイターの気質みたいなものも感じ取れるんですが、一方ですね、どこか優しげでとぼけたような印象といいますか、人懐っこさを感じる、そういういいモデルですね。おそらくそれはこのメガネの形にもあると思うので、後ほどディテール詳しく見ていきたいと思います。最近のレスカでは、例えばトロですとかピカーですとか、そういったクラウンパントがレスカの中ではかなり有名なモデルになっています。このコルブスというモデルは本当に昔からあるモデルで、最近はあまり注目されないかもしれません。ただやはりこの独特な形ですね、ボストンシェイプに近いとは思うんですが、なかなか他の形では見られないような面白い独特の印象を与えます。そして今メガネのトレンドはやや大きめのゆったりしたものが増えてきていると感じます。レスカはやはりクラシカルな形を得意としてまして、小さくかっちりかける、そういったものももちろんかっこいいんですが、最近は例えば XL っていうようなモデルが出てきたりして大きめの提案もされているかと思います。そんな中でこのコルブスというのは元々の形のサイズがですね、割と大きめでゆったりとしていますので、今のトレンドにも合いやすいんじゃないかと思います。サイズ表記は46の27ですので、サイズ上ではそんなに大きくはないかと思うんですが、こうしてかけてみると比率的に少し、そうですね、横長にも見えてきたりして、今のトレンドとも近いんじゃないかと思います。それではこの独特の形、ディテール見ていきたいと思います。まずやっぱりこのリムの厚みですね。これ測ると8ミリあるんですが、結構厚いにもかかわらずあんまり重たい印象がないですね。で、その秘密なんですが、リムの角がですね、かなり丸く取られてます。こういったところの
反射から少しわかるかもしれないんですが、ほとんど角張ってないんですね。角が丸く取られてまして、そうですね、例えるならタイヤのチューブみたいなそういった印象になります。でこの角がないっていうところからも先ほどの人懐っこさの印象ですね、こういったところが来るんじゃないかと思いますね。それと特徴的なのがブリッジですね。非常に立体的な作りをしていまして、こういった形で結構印象的ですね。やっぱりメガネってリムの形結構注目しがちなんですが、このブリッジが与える影響かなり大きいと思います。そして、今メガネの中で例えばクラウンパントですとかボストンもそうなんですが、キーホールブリッジという形が多いかと思います。それに対してこのコルブスはですね、ブリッジがキーホールになっていない普通のブリッジの形をしていまして、そしてですね、このメガネのラインに注目していただきたいんですが、キーホールブリッジでないということからなのか、このメガネの下のラインがですね、こういうふうに一つのラインのように見えます。で、いろんなメガネ見比べてみると、そのメガネのリムって大体のメガネでこう円を描いてるんですが、実はそのメガネラインが上にあるのかはたまた下にあるのか、そういったところがデザイナーはおそらく意識をして作ってるんじゃないかと思います。でこのコルブスというのはこの下のラインを意識して作られてるように感じますね。じゃあそのメガネの上のラインとか下のラインがどういう印象を与えるかっていうと、やっぱりメガネはもともと人間の顔にあるモチーフから来てると思いますので、メガネのラインが下が強調されればやはり安定感ですとか、渋さとかそういったものが出てくるんじゃないかと思います。おそらくそういった理由からもアルパチーノが演じるロープロデューサーのメガネに選ばれたのではないかと思いますね。安定感といいますか重厚感といいますか、そういった印象も与えられます。でおそらくそのリムの太さですね、厚みのあるリムと、あとはこういった3点のリベットですね、こういったところから重厚感を感じることができるモデルですね。それとテンプルはですね、こういった形で途中まで太くなっていって、この耳にかかる部分は細くなっていますので、かけ心地にも、よく配慮されている印象ですね。ただこのコルブスというモデルですね、ちょっと注意が必要です。実際にメガネ屋さんで試着をぜひお勧めしたいんですが、この鼻の幅ですね、サイズ表記27と結構広いです。さらに鼻パッドというものがほとんどないんですね。ほとんどフラットで、まるでこのブリッジのところですね、一山式というメガネがあるんですが、そういう風に使う印象になってますね。ちなみに映画の中でアルパチーノはもう鼻とこのブリッジが一体化してまして、まるで一山式のようなしっかりとかかってますので、とてもよく馴染んでます。ただアジアの人にはなかなかそういったしっかりした鼻というのは、この辺りは試着してみて必要に応じて鼻パッドをつけてもらったりする必要があるかと思います。実は公式のサイトでこのコルブス見るとサングラスとしての提案をされてるんですね。でこのブラックのモデルなんですが、こちらに黒いレンズを入れまして、そうするとですね、印象が全然また違います。かなりモードな印象になりますので、そういったところからもこのコルブス、メガネとしてもサングラスとしてもどちらでも楽しめるモデルかと思います。いかがでしたでしょうか。レスカのコルブスというモデルをご紹介してきたんですが、
やっぱりこのコルブスというモデルは特別で、このコルブスにしかない魅力があると思います。それは一つは重厚感。ただその重厚感と同時に人懐っこさのようなものが感じられるモデルですね。メガネ単体で見るとなかなかインパクトが強くて少し手に取りにくいかと思います。ただ今のメガネのトレンド、少しゆったりと大きめのものの提案増えてきてますので、そんな今の流れともこのコルブスよく合うんじゃないかと思います。メガネ顔に乗せてみるとまた印象変わってきますので、是非お店でコルブス試してみてはいかがでしょうか。